どうもこんにちは、ゲーキンボックスの佐賀です。フェンダーのジャズベースって60年代と70年代に大きく分けられること多いですよね。日本製のフェンダーのシリーズでも MIJ60s、70s なんて言ったりしますけれども、それらの年代によって何が違うのかっていうところ、なかなか整理しづらいところかなというふうに思いますので、そこら辺解説しつつ、音の違いを検証しつつやってみようかなというのが今回の動画の趣旨でございます。はい。見ての通りね、全然違うんですけど、普通の人から見たらね、同じなんて感じですけどね、我々オタク的には全く違う2本なので、ここら辺について今回解説していこうかなというふうに思います。用意したのは1964年製のジャズベース、そして1976年製のジャズベース、この2本です。楽しんでいきましょうということで、本編ドン。2つの年代において木材の違いっていうものは最も大きな違いの一つかなというふうに思います。60年代の場合はアルダーボディにローズウッド指板っていうのが一般的ですよね。木材の変化はね、年ごとにいろいろあって、66年頃にメイプル指板っていうものが導入されます。そして70年頃にはアッシュボディっていうものも導入されてきます。なので、1970年ぐらいにはアッシュボディプラスメイプル指板、こういうスペックのザみたいなものが出てくるわけですね。もう一つこれによって大きく変わるのが塗装なんですよ。メイプル指板って白いので、未塗装の場合だと黒くなっちゃうんですよね。黒ずんじゃうんです。ローズウッド指板ってもともと黒いから黒ずんでも分かんないんですよね。汚れが目立ちづらいと。でもメイプル指板の場合は白いから汚れが目立ちやすい。だから塗装して汚れないようにしましょうということで、メイプル指板の場合は塗装がされています。これについても大きく音が変わる要因の一つかなというふうに思いますね。続いて装飾についてなんですけれども、1966年頃からネックのバインディングだったりインレイがブロックになったりっていう風な変化が起き始めますね。ちなみにこれインレイもバインディングも白い色なんですけれども、これブラックのものも存在します。74年頃まで存在してるみたいですね。これらの違いっていうのは、一律に行われたりするものではなくて、ちょっとずつ変わっていったりオプションとして用意されているものだったりしていて、だからローズ指板だけどバインディングとブロックインレイがあるとか、ドットのインレイだけどバインディングがあるとか、そうしたミックスされたものも存在します。続いてピックアップについてなんですけれども、1970年代にはブリッジピックアップのポジションが少しね、ブリッジ側に寄るんですよ。1センチぐらいですね。これによってブリッジピックアップ単体での音ももちろんなんですけど、ミックスでの音もだいぶ変わるんですよね。単体だとね、かなり細く感じられるんじゃないかなというふうに思います。ただミックスでのね、音の違いっていうものが、やっぱりすごく大きくて、ここを好んでいる方がすごく多いかなというふうに思いますね。70s 好きには。はい。でピックアップ自体も少し変わっていて、これは60年代の途中から変わってるんですけど、そこら辺も大きいファクターとしてあるかなというふうに思います。ただやっぱりポジションの違いがね、すごく大きい違いなので、そこ注目していきたいなというふうに思います。ちなみに話ですけど、レイクランドなんかは60s のポジションと 70s のポジションどっちも選べますみたいなオプションも提供していますよね。ハンバッキングになってて、だからスイッチングで 60s っぽいジャズベの音、70s っぽいジャズベの音みたいな風に選べたりします。ここら辺はね、すごくオタ心くすぐられるななんて思ったりしますよね。続いてネックジョイントについてなんですけれども、見てください。全然違います。こっちの60年代の時は4点止めなんですよね。なんですけど70年代に入ってくると3点止めのものが出てきます。この変更は74年頃のものですね。はい。これ3点止めのものはマイクロティルトアジャストメントっていう機構がついています。この中にねあるんですけど、これをくるくるって回していくとネックをね下から押し上げてネックの角度が調整できるようになってるんですよね。すごい力技ですよね。これのせいで肺置きがひどくなっている 70s のジャズベースもあるなんて聞いたことあります。はい。あんま使わないかなっていうのは正直なとこですけどね。だからその74年にこうなったので、70年代前半は見た目的には 70s っぽいけど4点止めですみたいなものもあるんですよね。はい。こういう過渡期のミックスされた個体とかもね、やっぱ魅力ですよね。続いてヘッドのロゴですね。60年代こっちはトランジションロゴっていうものが使われていますね。実際のところフェンダーの一番古いロゴとはまた違うんですよね、これがね。なんですけどこれはトランジションロゴなんて呼ばれています。その後 70s のこっちはモダンロゴなんて呼ばれたりしますね。明らかに見た目が違いますよね。こっちの方が強そうというか高級感がある感じになっていますよね。そしてね、細かいとこですけどジャズベースっていう文字の入り方なんかも違ったりします。見ていて気づ
づかれた方いるかなというふうに思うんですけど、70s の方はトラスロットの調整口がヘッドの方に出てるんですよね。60s の方はこのネックエンドにあるんですよ。これね、ネックを外さないと調整できないんです、こっちは。でもこっちはネック外さなくてもネックの調整ができるということで非常に便利なんですよね。ちなみにこのね、この調整口のこのパーツ、これが銃弾に似てるっていうことからブレッドナットなんて呼ばれたりもします。はい。ただね、これがここにある弊害がちょっとあって、たまにねあるんですけど、指板のここがね割れちゃってるっていうことがあります。はい。薄いところまでねこうトラスロットが来ちゃうからたまに割れちゃうんですよね。だから70sのねこういうベースを買うとき、皆さんにはこうナットのここら辺真ん中あたり割れてないか、1フレット浮いてないかとか、指板の真ん中のところ亀裂が入ってないか、ここら辺をねぜひチェックしていただければなというふうに思います。結構多いですこれ。ということでいくつかねこう見比べてみたんですけど、簡単な年表用意しました。ボン。はい。こんな感じでね移り変わっていくんですよね。まあここら辺多少ずれたりもするんですけど、まあ大まかにはこんな感じです。はい。なので簡単にね60年代70年代っていう風に区切れないのが実際のところなんですよね。まあただそれぞれの年代のアイコニックな部分があるじゃないですか。例えばこのロゴだったりメイプル指板だったりブロックインレイだったりバインディングだったり足彫りだったり、ここら辺をポンと乗っけて、これが 70s スペックです、これが 60s スペックですみたいな風に売ったりしてるのが最近のフェンダーですね。大まかにすごく分かりやすくて僕はすごくいいかなというふうに思いますね。ただ70年代は70年代でもアルダーボディのすごく軽いものもあったりします。まあ足彫りでちょっと重いんですよね。だから72年とかのすごく軽い 70s のジャズベースなんかは結構雰囲気的には 60s っぽくて扱いやすいんじゃないかななんて思ったりもします。あと値段がね正直全然違います。はい。こっちの64年製のジャズベース販売価格が297万円ですね。はい。でこっちの76年製ジャズベース、こちらが55万円ですね。72年とかでもまあやっぱり5、60万かなというふうに思うんですけど、そこら辺は今狙い目かなというふうに思います。ヴィンテージかなり値段上がってますからね。でもジャズベースとかってすごく安くて、ストラトキャスターとかに比べてですよ、ギターとベースのマーケットの規模が全く違うので、ベースってかなりねお得だなと思ったりしますね。なので、ヴィンテージ探してる方はちょっと早めに買ってみてもいいんじゃないかななんていうふうに思ったりします。はい。ということでこちらの1964年製のジャズベース、そして1976年製のジャズベース、音の違いが気になるところだと思いますので、じっくり弾き比べてみようかなというふうに思います。耳を澄まして確認してくださいということで、どい。
はい、ということで弾いてみたんですけれども、いかがでしたでしょうか。音の違いかなりはっきりしていますよね。ここら辺はかなりね、趣味分かれても面白い部分かなというふうに思うというか、どっちのスペックも欲しいというか、アッシュボディ、アルダーボディ、ローズ指板、メイプル指板、ピックアップのポジション違い、これら全部の組み合わせ欲しくなりません？僕はなるんですけどね。まあ、買いに来てください。これね、どうかなと思ったんですよ、正直。こっちの方が圧倒的にいいみたいな感じになったらちょっと気まずっと思ったんですけど、僕ね、結構やっぱこっち好きなんだよな。アッシュメイプル好きなんですよ、昔から。皆さんの好みはどちらでしょうか？これね、どっちもすごく弾きやすくて、パッてね 60s って言ったって、パッて 70s って言ったって、ヴィンテージって言ったって全部いいわけじゃないんですけど、これはね、かなりいい2本選んだかなというふうに思いますから、これらをねこうリファレンスとして皆さんもね、自分にぴったりなスペックのジャズベースを探していただければななんて思っております。ということで本編終わり。ぜひぜひコメントしてください。どんどん。これ音聞いた？どっちがいい？あ、意外とそうでしょ。やっぱね、そうなんですよ。値段でちょっとビビるじゃん。こっち297万でこっち55万みたいな。こっちの方がよくあってほしいよね。だって高いじゃん。250万ぐらい高いんでしょ。じゃあこっちの方がやっぱ250万円分高い値段であってほしいんだけど、音が高い音であってほしいんだけど、やっぱそうもいかないのが楽器面白いとこだよね。そう比べたら55万めっちゃ安いじゃんとか思ったりしますもん。これね、アッシュメイプル僕かなり好きだな。アッシュメイプルのね、プレベ昔持ってたんですよ。それすごく好きで、ギューンみたいな、ギュンみたいな音してもうね、おじさんになるとなんかこう頭によぎったらね、口に出さなきゃね、もう済まないの気が。はい、ごめんなさいね。ということで、GIB 横浜でね、ここら辺のジャズベースあるので、ぜひぜひ弾いてみてください。他にもね、いっぱいあるんですよ。最近ヴィンテージ多いんですわ。この間もPRS に招待してもらってギターショーにね行ったんですけど、その時もヴィンテージ持ってきて欲しそうな感じだったので、アメリカ製のねヴィンテージのフェンダーたくさん持っていきました。すごいなと思って、そんないっぱいあったうちみたいな、そんな偉い店じゃねえけどなとか最初思ったんだけど、最近ちょっとずつ偉くなってきてる気がするなんつってね。皆さんのおかげです。ということでね、ギークインボックスは、GIB 横浜、GIB 兵庫、そして最近ね GIB ソウルっていうもんができました。韓国にあります。すごいね。あとトニーク横浜っていうギターショップもあります。系列店ですね。はい、これらもね合わせてご覧くださいという感じです。まあ遊びに来てください。トニークに関してはね YouTube もあります。でギークインボックスは、YouTube の他にも Twitter だったり Instagram だったり Facebook、TikTok などなど各ソーシャルメディアやっておりますので、よろしければねチェックしてみてください。最近スタッフもねギークインボックスのこう名前を付けたアカウントを運営してて、そこら辺はねこういうのやった方がいいと思うよなんて僕アドバイスしながらやってるので、彼らもね面白いコンテンツ作ってくれてますから、ぜひぜひチェックしてみてください。ということで最後までご視聴いただいてありがとうございました。違う動画もぜひぜひこのままの勢いで見てみてください。そしてチャンネル登録してくれたらとても嬉しいななんていうふうに思っております。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。